皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、我が家で取り組んでいるエネルギー高騰対策として証明編をお送りしたいと思います。試行錯誤した結果ですので、皆さんのお役に立つ情報だと思います。今回の動画で理解できることは、1、電気代はどのくらい高くなるのか。2、どの電化製品がどれだけ電気を使っているのか。3、どうやって節電したらよいのか。4、電気代値上げ対策は災害時の停電対策にもなる。などです。電気代が上がるという漠然とした不安を抱えるのはとてもストレスになりますので、今回の動画で不安材料を明確にしてきっちり対策していきましょう。このチャンネルでは、日本の安全保障、家族の安全を考える上で必要な世界の動き、テレビ、新聞などによる偏向報道や歴史の捏造などから騙されないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。さて、テレビ、新聞でも2023年5月請求分から値上がりする電気代の話題を取り上げられていますので、皆さんもご存知かと思います。どのくらい値上げするのかについては、1.3 倍から 1.5 倍になるとか、季節によっても違うでしょうし、不安だけが高まりますよね。電気代について基本的なことを触れておくと、毎月請求されている電気代は、基本料金プラス、電力量料金プラス、燃料費調整額プラス、再生可能エネルギー発電促進賦課金によって決まっています。今話題になっている電気代が 1.3 倍から 1.5 倍になるというのは、電力量料金の部分です。単純に使用した電気量に対する料金ですね。正確に言うと、電力量料金の中に燃料費調整額が含まれているのですが、今騒がれている電気代高騰について語るときには、この燃料費調整額が含まれていないところが恐ろしいところなのです。燃料費調整額について超簡単に言うと、日本は発電するためのエネルギーの大半を輸入に頼っています。特に天然ガスや石炭を使用した発電は全体の 70% もあるのです。今、ウクライナ・ロシア紛争によって天然ガス、原油の流通バランスが崩れどんどん値上がりしている関係で発電にかかるコストも上がっています。そこで法律で上限が定められている燃料費調整額の撤廃を電力会社が政府に申請し承認されたという流れです。よってどれだけ電気代が上がるか全く予想がつかない状態なのです。そこで日本よりも先にエネルギー問題に直面しているイギリスの例を参考にすると、例えば通常1万5,000円くらいの電気代を払っていた家庭の電気代がなんと5万円以上になっているということが起きています。恐ろしいことですよね。ちなみに電気代の値上げは2021年9月よりすでに上がっているのですが、先ほど述べた燃料費調整額に上限額が設定された状態での話です。それが2023年5月請求分から 1.3 倍以上上がるというのは、燃料費調整額を除いた部分で考えた方が現実的です。燃料費調整額の上限は撤廃されますので、どこまで電気代が上がるのかは誰も分かりません。この他にも電源調達調整費という項目がある電力会社もありますが、いずれにしても発電に必要なエネルギーを輸入する際の価格変動リスクを料金に反映する、つまり我々が分担する金額になりますので、今後しばらくは安くなる見込みはないでしょう。ということが一般的な話となります。で、今回全く未知数となるのが、今言った燃料費調整額です。何しろ上限撤廃となるので、現在の10倍や100倍になっても理論上おかしくないわけです。どのように請求されるかについては電力量の時と同じで、1時間あたり 1000W 使った時の単価によって反映されます。つまり、節電すれば負担は少なくなるというものです。ところで、電気代の内訳って考えたことありますでしょうか？請求金額の内容は先ほど説明した通りなのですが、どの家電が一番使っているかについて知っている方はほとんどいないのではないでしょうか。電気代を高くする家電のランキングは図の通りになります。1位は予想通りの冷蔵庫、2位に今回テーマにする照明器具がランキングされてきます。ということで今回は、照明部分について我が家の取り組み、現時点での結論をシェアいたします。このチャンネルでは、節電はサバイバルの延長線上にあるという考え方なので、節電しながら自然災害による停電対策も同時にしていこうという一粒で二度おいしい作戦となります。ちなみに自然災害の被災者に対してのアンケート結果が驚きでした。災害時に困ったこと第1位は電気が使えなかったこと、2位は情報が届かないこと、3位に食料ということです。食料より電気なんですね。
これはスマホなどの充電ができないとか暗闇に襲われるということからだと思われます。今回のテーマにぴったりです。早速我が家の取り組みをご紹介します。我が家は前の動画でも紹介しましたが、ソーラー充電機能がついたランタンを人数分購入しています。そして台所には充電式の人感センサー付き LED ライトを取り付けています。充電機能はソーラーパネル 120W を2枚準備し、蓄電機能としてはポータブル電源 700W を2個保有しています。ソーラーパネルは曇りの日にはほぼ充電しないので、カセットガスを使用した発電機も準備しています。これでほぼ完璧と思っていましたが、部屋から部屋に移動する際にランタンを片手に歩くというのは悲壮感に襲われるという方もいるかもしれません。もちろんアウトドア気分で楽しむようにすれば良いのですが、小さなお子様がいる家庭では特に精神的な不安材料になるらしいです。そこで今回我が家で取り入れ抜群の仕事をしてくれているのがセンサー式 LED ライトです。台所に使用しているのは充電式なのですが、今回紹介する我が家の新人は照度センサー、人感センサー付きの LED ライトで単4電池を3本使います。その単4電池は充電式か普通のアルカリ電池を使用することになるのですが、ここでも選択を検討する必要があります。充電式ニッケル電池は少々お高いのですがコスパは最高なのです。先ほどの電気代の内訳を思い起こしてください。電気代の約 13% が照明器具となります。今現在の電気代が1万円だとしたら、2023年5月請求分から最低でも1万3000円となります。さらに燃料費調整額の上限撤廃がくせ者で、どれだけ電気代が上がるか全く予想ができません。海外の状況などを参考にするしかないのですが、イギリスで5万円ほどまで上がっています。家族構成とか生活リズムによって全く変わってくるのでしょうが、こういう現実も起きていることを考慮した方が良いと思います。そうした時に5万円の 13% は6500円が照明代ということになりますね。1年だとなんと7万8000円です。もちろん仮での話ですが、電気代が5万円なんてことになったら気絶します。しかも値上げは電気代だけではありません。忘れてはならないのは、全ての日用品、食料品価格も上がるので削れるものは削らないといけません。ちなみに単4の充電式電池は4本で1855円するのですが、1000回から2000回の充電が可能ですから、1個あたりにしたら 0.23 円です。普通のアルカリ電池は1個あたり100均で25円ですので、比較すると100分の1ということで、充電式電池のコスパの良さは一目瞭然、買わない手はないでしょう。ただ普通のアルカリ電池を多めに用意するというのも一つの考え方だとも思います。そこはどのくらいの期間照明の電気を使わないように考えるかだと思います。もしかしたらその充電に電気を使っていたら一緒ではないかとお考えの方もいるかもしれませんね。ただ我が家の場合の節電に対する考え方は、自然災害などの停電や、もしかしたらエネルギーの輸入に問題があった場合などの停電対策の延長線上にあるとしています。そこで威力を発揮するのがソーラーパネルとポータブル電源の組み合わせではないでしょうか。ちょっと値が張りますが、被災者の証言ではやはり電気がないことが一番困ると回答しています。今回は電気代高騰対策ですので、自ら電気を生み出す必要があります。ここで注意しなければならないことがあって、今電気自動車製造に逆風が起きていることをご存知でしょうか。電気自動車に使用するリチウムバッテリーの価格が高騰している関係で、日産リーフの車両価格が100万円も跳ね上がってしまっています。これもウクライナ・ロシア紛争の影響によるものです。そしてポータブル電源に使用されているバッテリーも同じリチウム電池です。すでにポータブル電源も価格改定があったばかりです。何もかもが値上がりです。めいりますね。モバイルバッテリーの価格も同様かと予想されます。購入を検討の方は早めの方がいいかもしれません。いかがだったでしょうか。我が家の新兵器、人感センサー、照度センサー付き LED ライトは本当に便利です。部屋と部屋の移動でもいつも通りの動線で、行った先でライトがつくのでストレスもありません。脱衣所やトイレにも常設していますのでランタンは不要です。防水タイプではないので、浴室には生活防水タイプのランタンを使用しています。電気代に占める照明の割合は意外に多いので、ここを検討するということは節電効果は高いと思います。一番電気を使う冷蔵庫をどうするか。まさか省エネタイプのものに買い替えるほど予算もないし、ここはまた後日考えることにします。今回の動画が皆さんの電気代高騰対策の参考になれば
と思います。繰り返しますが、どうせ取り組むなら自然災害による停電までも視野に入れて検討してみることをお勧めいたします。また、ご意見、ご感想、アイディアなどがございましたら、ぜひコメント欄にてシェアしてください。多くの方が助かると思います。よろしくお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。